山本忠代さん当時24歳、爆心地から2.5キロの自宅の台所で被爆しました。外に干していた布団が雨に濡れて黒くなったのを覚えています。三笹国民学校5年生だった妹さんは3ヶ月後、校舎の焼け跡で白骨となって見つかりました。あの日の朝は炊事場で洗い物しておりましたら、ピカッと光りましたので、あらなんか知らんと思いましたら、ドカーンと来て、それきり何もわからなくなりました。でしばらくして気がついてみますと、3メーターぐらい離れたところにいました子供をちゃんと抱いておりました。そして辺りが真っ暗なもんですから、でそばにいた父と、ちょっとしばらく様子を見てみようということで待っておりましたら、裏の方から少し明るくなってきましたので、その方にすぐに飛んで出ました。それから今度表に出てみましたところ、わらぶきの家が前にありましたが、それがもう火がついておりました。それで慌てて家へ帰って家財道具を外に出しました。それからまた外に出ました。そしたらいろいろと怪我をされた方とかどうですかね、いろんな方がもうふらふらしながら歩いて次から次へと来られました。この方は若い男の人でしたけど、お医者さんはいませんか、お医者さんはいませんか言われて、今ね何がどうなったかみんなわからないんで、お医者さんもおられませんから、もうちょっと神の方に行ってみてくださいって言いましたら、その人も行かれましたけど、その後にもう近くの方で亡くなっておられました。それからこの人たちはやっぱり着るものは全然なくて、蚊帳の破れとかむしろの破れとかをこうして腰に巻きつけてふらふらしておられました。でこの方なんかも手の皮がこうぶら下がって、とても痛ましい、本当お化けのような格好でした。それで慌てて家へ帰って、全部裏の方に布団とか着るものとかいうものを出しましたところが、大きな黒い雨が降りまして、もうせっかく出したものが全部濡れまして、それからあくる日からはまたそれを干しておると、今度は飛行機が来るいうので、もう入れたり出したりが毎日続きまして、終戦の日までは本当にもう恐ろしい体験しました。その山本さん、黒い雨ですが、はい、どのような雨だったでしょうか。そうですね、私が思いますのに、直径3センチぐらいあったように思いますけど、それはすごい夕立のようでした。何時間ぐらいですか。さあよく覚えてないんですけど、濡れた布団は黒くなったんですか。はい、ですからもう布団がもうなんかものすごく汚い感じになりました。それからもう30分ぐらいの人頃からでしょうか、どんどん人が避難してこられましたけど、中には水をください言われるから、私が水をあげようとしましたら、隣のおばさんが水あげたらダメやって言われたので、あげませんでしたけど、水あげたら死ぬる言うてみんな言われたので、私もせっかく明日言われても水あげて死なれてしもうてはね、かわいそうですから、それじゃあ私がちょうどうちでかぼちゃを炊いたのがありましたので、それじゃあこれをおあがんなさいって出しましたが、この手の皮がずらーっとこうむげとるもんですから、私こんなですから食べられませんって言われるので、口に入れてあげよう思いましたら、口がまたなんというんですかね、腫れてしまってから口が開かないんですよね。で仕方がないから、それじゃあもうちょっとすいません、上の方へ行ってね、また何かしてもらってくださいや言って、で別れたんですけど、その娘さんはもうあくる日には亡くなって道端で倒れておられました。当時はもうやけどをされた人なんかはもう
その薄い川ができましたら、それ一面に宇治が湧きまして、してもうその宇治もどういうんですか、身動きができないほどもう密着して、ただ左右にこう動いてるだけの状態でもう私ら今でしたら本当もうそっとするようなことなんですけど、そして怪我をされた方とかやけどをされた方なんかは顔なんか全然分かりませんでしたから、向こうから声をかけられて初めて「ああどなたですか?」いうようなことで、本当にもうひどい、もう本当お化けのような顔でしたし、そして小さい子供さんなんかはやけどをしておられたのを私がおしっこ言われるのでおしっこさせてあげよう思いましたら、ずっと皮がむけまして、もう本当今でも身震いがします。でも私のうちの隣に竹やぶがありましたもんですから、そこはもうみんな被災者の野宿の場となりまして、毎日毎日たくさんの人がそこへ来て、もう休んでおられましたけど、だんだんもう亡くなる人が多いて、本当に何とも言えん寂しい怖い思いをしました。6日の日には爆弾が落ちましてから、その時にすぐ表に出ました時にはわらぶきの屋根が焼けておりましたから、そして私のうちなんかはもう屋根も建具も壁も皆吹き飛んでしもって、もう寝ることもできませんでした。それで当分の間はずっと野宿をしておりました。そして周りの方もほとんど私の近所は割と焼けてないんですけど、もう30メーターか50メーターこっち来ますとほとんどみんな焼けてしまいました。そしてこの学校もきれいに焼けてしまいましたけど、そしてあくる日から横側の方におにぎりの廃棄を取りに行く途中では、もうこの前の道なんかもう本当に亡くなられた方の匂いでもう何とも言えん臭いいうていうか、なんかもう気持ちの悪い匂いで、そりゃ本当通るのが怖いようでしたけど、やっぱり他に食べるものもありませんし、皆さん隣組の方も動けない人もご主人が亡くなられた方もたくさんありましたので、比較的元気の私が皆さんの代わりに出たり生えたりしておりましたけど、そこの辺りの方でも怪我された方なんか臨時にできました陸軍病院の収容所がありまして、そこにたくさん並んでおられましたけど、本当にもうその方たちは長くは生きられませんでしたから、もう毎日のように人を焼く匂いがありましたし、それからここの学校の校庭でもたくさんの人を焼かれました。そしてもう本当これが生き地獄というもんでしょうね。もう普通のその精神状態ではとても生きられないようなことで、私たちも一日一日生きとるのが不思議なぐらいな、肉体的にも精神的にもそういう不安定なあれでしたけど、なんとか今まで生きてきまして、今はとてもこうして平和ですけど、本当今の次の世代の人にはあんな恐ろしい目には絶対に合わせてはいけないと思います。私たちはこの辺りだけがやられたんじゃ思って、母は元気でおると思ってたんですけど、なかなか帰ってきませんので、いろいろとあっちこっち探しているうちにここの、小学校も火がつきましたし、もう探しに出ることもできませんでしたので、土手の辺だけを、近くの方だけをあちこち探しましたら、夕方の3時頃か4時頃だったと思うんですけど、私の家が見えるところで母が倒れておりまして、それを父が見つけて私らも大急ぎで行って連れて帰りました。そして最初はそう体に傷もなさそうですし、比較的元気でしたんですけど、皆さんにこのぐらいのことで来ちゃいけませんから頑張りましょう言って、
励まして歩いていたんですけど、17日目になってもうなんか足が痛いからよう見てくれいますので見ましたら、足の甲が真っ黒になっておりまして、それでこれは意見からちょうど大芝の、国民学校が病院になっておりましたから、そこへ行って治療してもらうことにしまして、でその時私が髪をちょっと解いてくれんかと言いますので解きましたら、一口ごとにどっと抜きまして、あまりにも気持ちが悪かったもんですからもう2、3回でやめましたけど、それからもうその当時はその朝もですけど内臓が溶けて出るんでしょうか、もう血の塊とか肉の塊のような真っ赤なのがたくさん出まして、本当にもう辛い思いしました。そして病院に行って治療してもらって安心した様子でそのまま亡くなったんですけど、私はちょうどうちにおりましたもんですからその時の様子はよく分かりませんけど、本当に悲しいことでした。そして小学校5年の妹がおりまして、それが集団の学童疎開で行っておりましたけど、体が弱いからというので連れて帰りまして、6日の日が月曜日で初めて登校したわけなんですけど、それで先生があなたは体が弱いから教室におんなさい言われたんだそうですが、それがもうその当時は分かりませんで、一生懸命他のお友達に尋ねたんですけど、逃げられた姿は見ないいうことで、私たちももう諦めかけていたんですが、妹を探すためには毎日それも終戦になるまではちょっとあまり遠くへ出られませんので、家の近くを被災者の収容所もたくさんその近くにできておりましたから、そこらを探して歩いたり横側の方へ出たりしましたけど、私も1歳7ヶ月の子がおりましたので、それを連れて出ますとなんか私が喉が痛い感じがしたもんですから、で怖いもんですから子供を置いて出ますので、あんまり遠くへは出ませんでしたけど、毎日探して歩きまして、1回は信用金庫のそばでちょうど妹と同じような人がまだ息は切れてないんですけど担架の上におられましたんで、もう飛んでって見ましたけど、またそれも違いましたし、たくさん転がっておる死体の中をぐるぐる探して歩きましたけど見つかりませんので、もうほんと毎日母は亡くなる前に自分が連れて帰って殺したんじゃ、あの子を殺したんじゃ言って嘆いておりましたから、一生懸命で探したんですけど、もう何ヶ月も経ちましてどうすることもできませんし、諦めかけていたところへこの学校にねおられたんですよいう話を聞いたもんですから、ですぐ飛んできましたらここら教室あたりを探しましたら、ちょうどこの辺にこのぐらい骨の塊がありまして、それで私が背骨だけ一つ拾って帰って父に「お父さんこれは大人のかしら子供のかしら」って尋ねましたら、これは5年生ぐらいならこのぐらいのもんじゃろう言いましたので、それを拾って帰って母と一緒に納骨しました。本当にどう言っていいんですかね、嬉しいのとね悲しいのとが一緒で本当に何とも言えませんでした。でも母と一緒にね葬ることができましたからね、私はもうその点はありがたいと思っております。本当妹の友達なんかもほとんどの人がやけどしておられますから、もし生きておっても随分とやけどがひどかって、現在でも生きておるかどうかは分かりませんけど、私としては一応妹の骨まで見つけられたいうことは本当に幸せだと思っております。本当もうあの時のことは私も本当上手に言えませんけど、それは本当今の人にはなかなか理解していただけないと思いますが、
子供やら孫たちにもいろいろ話はしますけど、本当の私たちの怖さといいますか悲しさといいますか、それはよくわからないんじゃないかと思いますが、こんな恐ろしいことがもう二度と繰り返されてはいけませんので、もう明日私が今こうして元気で生きておるのも不思議なような気がしますけど、本当こんなことは本当に二度とあってはいけません。私はもう本当世界中の人に仲良くしてもう平和な世界を作っていただきたいと思います。あんな悲惨なことはもう本当にあってはいけません。もうこの地球上がだんだんして汚染されてきて、この間のソビエトの分なんかでも本当に怖いことだと思いますけど、あれがまた一つのきっかけになって、少しでもその核の恐ろしさいうものが分かってきたら本当にいいんじゃないかと書いて、どういうんですか、放射漏れがあったことが私たちは本当心の隅で少しは恐ろしさが分かってよかったなというような気がいたします。